皆さんこんにちは。ハンガリー医学部生の大輝です。今回の動画では前回の動画に引き続きハンガリー医学部の本校試験について話していきたいと思います。前回の動画では本校試験の筆記試験の内容を公開したんですけど、今回の動画ではオーラルエグザム、口頭試問について話していきたいと思います。ハンガリー医学部受験では筆記試験の他に口頭試問があるんですけど、日本だと英語で理系の質問されて英語で答えるっていうような経験をしている学生はほとんどいないと思います。なので聞いた感じすごく難しそうだなと感じる学生も多いと思います。実際この口頭試問の存在がハンガリー医学部本校試験のハードルを非常に高めていると思います。ただ実際どんな質問がされるのかとか、どのぐらい難しいのか気になる人も多いですよね。なので今回は特別に自分が受験した際どんなことを聞かれたのか、全部公開しちゃいたいと思います。はい、まず簡単に流れを説明すると、試験のスケジュールにもよると思うんですけど、基本的に口頭試験は筆記試験を受けた直後、当日にそのまま受ける形か翌日に受けるといった形になります。受験番号をもとに名前が呼ばれて、各大学の教授がいる部屋に入って試験を受けます。自分が受けた年は、デブレセン大学のみ試験官が2人いたんですけど、他の大学は試験官は1人でした。試験部屋に入ってまずは名前の確認などをした後に、軽く自己紹介を求められます。そしてここから先は完全に試験官によると思うんですけど、大学によっては自己紹介の後に人となりを見る面接のような形で、なんでうちの大学を選んだのかとか、そもそもなんで医者になりたいんですかというような、質問をされることもありました。なのでしっかりと各大学に対してこのような質問に答えられるように、受験生の方は準備しておきましょう。そしてその後に教授がトピックを選んで早速実際の試験に入っていきます。そしてこれも試験官によると思うんですけど、自分はデブレセン大学の試験では生物の質問を中心にしながら、科学の質問もちょくちょく入れてくるといった形だったのに対して、他の大学ではまず生物の質問をしてからその後は科学の質問をするといったような形で、それぞれ全く違うトピックとして質問をされました。それでは、実際に自分が入学したデブレセン大学の試験がどのように進んだのかを詳しく話していきたいと思います。まず最初はですね、自分は What is metabolic pathway っていう風に聞かれました。これは生物が、酸素や ATP を作り出すための代謝経路についての話ですね。それに簡単に答えた後に Explain each step といった形で4つあるステップのうち一つ一つのステップをざっくりとですけど、説明させられました。その後に、Draw glucose といった形で、渡された紙に、グルコースの構造を書かされて、What is the difference between glucose and fructose と聞かれて、グルコースとフルクトースの違いについて、説明しました。その時に、ファンクショナルグループ、いわゆる官能期、についての話も、少し触れたので、こういった形で生物の話をしながらも科学の範囲にも、少し触れていました。そしてその後に代謝経路のそれぞれのステップについてさらに深掘りされる質問が続きました。例えば Glycolysis、解凍系であれば How two ATPs are invested といった形で、解凍系の10個あるステップの中で最初の5ステップを通して ATP が2つ使われて、残りの5ステップを通して ATP が4個生み出される過程を説明させられました。はい、このような形で代謝経路について、一通り質問が終わったところで、次のトピックに、移って、まず最初に、What does proton determine といった質問をされて、H プラスが何を決めるかといったような質問ですよね。答えは pH になるんですけど、その後に pH について、How do you calculate pH や、What is the concentration of pH7 といったような、簡単な科学の、質問をされた後に Where is the concentration lower than 7 in the body といった形で生物の質問にも、発生しました。答えはもちろんいいですよね。それで What are the two reasons pH is lower in the stomach といった形で、まず一つが、バクテリアを倒すためっていうのと、二つ目が、ペプシノジンからペプシンの、pH によるオートキャタリシス、自己触媒のプロセスについて、説明しました。はい、デブレセン大学の口頭試問はこんな感じの流れでした。口頭試問は自己紹介を含めるとざっと15分から20分くらいだったなというふうに思います。質問される内容っていうのは完全に試験官とトピックによるんですけど、ハンガリー医学部本校試験の口頭試問では筆記試験のようなたくさんの一問一答を次々と聞かれていくというよりは、最初は What is 何々みたいな形で簡単な定義から、説明した後にどんどんその内容を深掘りされていくっていうような形を基本的には取られています。実際にハンガリー医学部に入ってからも主要教科の試験っていうのは口頭試問になっていて、今説明したような形で実際に大学に入ってからも進んでいくので、この入学試験では、そういった医学部の試験にこの生徒はしっかりとついてこれるのかっていうのを、試験官は見ていると思います。これによって難易度っていうのは結構上がってくるんですけど、結局医者は患者さんにそういった形で病気の原因とかを詳しく説明する能力っていうのは求められているので、そういった面ではこれは非常にいいトレーニングなのかなというふうにも思います。試験官によってはすごく優しくて、笑顔で質問を聞いてくれるような先生もいれば、少しこわもてでちょっと圧迫面接のように感じるような先生もいましたが、一学生として試験を控えてて不安
な学生に少しアドバイスをできればと思います。やはりオーラル試験は勉強時にただノートを丸暗記するような、今まで普通に筆記試験に向けて対策してきたようなやり方ではなかなか突破できません。なので普段の勉強の時からこの内容だったら試験どんなことを聞かれるだろうといった風に考えて、じゃあそれを実際にどうやって英語で答えるかっていうのを実践して、そういった練習を積み重ねていくのが、一番効果的な勉強法だと思います。なので勉強の際から、もしこのトピックだったら教授はどんな質問をするかなといったような形で実際に聞かれる質問を想像してそれを英語で答えるといったような練習をするのが非常に大切です。そして例で紹介したように試験では一つの問題からどんどん派生して、次の質問へと移っていくので、学習の際に細かい一つ一つの単語とかを知識としてただ覚えていくというよりは、しっかりと全体像を把握して様々なトピックの関連性っていうのを普段から意識して勉強していくことが、重要になります。もちろん全ての質問にしっかりと答えられるのが理想ですが、試験当日緊張もあって、中にはわからない問題っていうのも出てくると思います。そういった時の対応力っていうのも試験では求められていて、わからなかった時にもうメンタル的にもうダメだっていう風になって黙りこくってしまうと試験官からの印象も悪くなってしまいます。ですが試験官もあくまで一人の人間なので、そういった時は Sorry I don't know the answer for this but could you move on to the next one といったような形でしっかりと自分の知識不足っていうのを認めて次の問題へ促すといったような対応の方が好印象になることもあると思います。しっかりと自信を持って医者として患者さんにプレゼンテーションするんだといったような気持ちで試験に臨むのが自分はいいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。この動画を見て本校受験生にとって、試験のイメージを少しでもつかめていただけたら、幸いです。実際に自分が本校受験をした際にも、やはりどうしても情報が足りなかったので、この動画が受験生の皆さんにとって、有益な動画になることを願っています。このチャンネルではこのようにハンガリー学部に関する情報や日常を発信しています。このチャンネルを通してハンガリー学部について知ってもらったり、ハンガリー学部に対する悪い印象を変えたいというような、思いでこの活動をしています。チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと本当に嬉しいです。それでは I'll see you in the next video. Bye!